気をつけて。こんにちは、ハミ肉チャンネルです。日光国立公園内の那須岳南麓に点在する8つの温泉地の総称が那須温泉郷だそうです。那須温泉郷の開湯は飛鳥時代の西暦630年、有名な鹿の湯の発見から。以来歴史上の人物などが当時に訪れた記録が残っている有名な温泉地。今日はそのうちの一つ、大丸旅館さんにお邪魔しています。車で行ける那須温泉郷の温泉の中では最も奥まった標高の高い位置に位置する温泉。奥那須温泉とも呼ばれるそう。標高1300メートルと高所にあり、秘湯感がありますが、建物は新しくスマートで誰でも安心して訪問できます。我々がお邪魔した時もカップルや家族連れをちらほら見かけました。男女別の宇宙と混浴の露天風呂、女性専用の露天風呂、それと宿泊者専用の貸し切り風呂があります。泉質とほのかに硫黄の香りが漂う単純温泉。露天風呂は白戸川の流れがそのまま温泉となっており、約100メートルにわたる温泉の流れを3段に仕切った大野天風呂は圧巻です。男女ともに湯あみ着の着用が義務付けられていますので、女性も安心して入浴できます。川がそのまま温泉となっていますので、その湯量は莫大。御用邸や他の温泉にも供給しているそうです。大丸温泉の開湯は江戸末期といいますが、それ以前にも3軒ほどの宿があったそうです。それが統合して現在の大丸温泉になったのが江戸末期ということなので、温泉自体はもっと古いんですね。秘境なのにおしゃれで休まるお宿、いいところでした。よいしょ。あ、結構雪積もってたんだ、ほら。人の人が露天風呂だったもんね。大丸温泉旅館さんは車で到達できる最奥地ですが、さらにその奥、ロープウェイの先に名湯があります。登山でしかたどり着くことができない宿、三都小屋温泉大黒屋さんです。ロープウェイ駅から約2時間の登山の後、標高1453メートルの大黒屋に到達できます。冬季は営業していないので今回は行けませんが、来年はぜひ行ってみたい秘湯の一つです。大丸温泉旅館から那須の中心地へと下っていくと、すぐに吊り橋の表示。私は気が進みませんが立ち寄ります。長さ50メートル以上の吊り橋としては県内で一番高いところにある吊り橋です。うわー、やだ。高所恐怖症は年を追うごとにだんだんひどくなるようです。体幹の衰えが関係しているのかも。私はここで待機。妻は意気揚々と橋を渡り始めます。るっちゃんはもう来ません。あそこで待ってます。途中からあれだ、下が見えるところから下が南になるんだ。下は何ってわけじゃないけど。下が透けて見えます。下見えない。よし。おしまい。さらに下っていくと有名な鹿の湯があります。1300年もの長い歴史を持つ特別な温泉。那須温泉郷のシンボルとして多くの人々に愛されています。大正時代建築の建物も圧巻ですが、強酸性の白く濁った2号線がここの特徴です。温度ごとに分けられた浴槽が整然と並べられ、入れるものなら入ってみろと挑発されているよう。最高48度ですが、私は46度が限界でした。いずれここは前回お邪魔したので、近くの別の温泉を探します。県道17号沿いに何軒か日帰り入浴できそうなところはありましたが、駐車場が心配だったので、ホテル形式で大きそうな服をチョイスしてみました。日帰りの入浴ってやってますか？あ、じゃあ2人お願いしたいんですけど。キツネがすごくないし。なんか冬になるときにこういう色になるんじゃないの？あ、そう。
かんないけど。観光ホテルですから温泉はそんなに期待できないでしょだよな。う。ところがどっこい。松川屋那須高原ホテルは那須温泉郷に古くからある老舗旅館。ここにいるよ。ここにいる？お湯は鹿の湯と同じ源泉と大丸温泉旅館の源泉2種類を引いており2つの源泉が楽しめます。男性の方は鹿の湯と同じ源泉、女性用が大丸温泉からと同じだそうです。そしてこの露天風呂の景色、鹿の湯のように混雑していない最高の眺めでこのお湯を楽しめるのは本当に最高です。失礼ですが嬉しい誤算、ここに来て本当に良かった。よかった。車まで見に行ってさ、あれ？那須に来たんだし観光地らしいところにも行っておくかと訪問したこちらステンドグラス美術館。たくさん綺麗なガラスが見れるんだろうなんて思いながら来ましたが、あ、本当だ。美術館。美術館に行けんだな、まずな。うん。うわーちょっと英国のコッツウォルズ地方の貴族の館マナーハウスをモチーフに作られた石造りの館。結婚式だ。ステンドグラスはもちろんチャペルや美術品などが展示された室内は厳かで静かな空間。演奏会や結婚式が行われていることもあるようです。なんだかここだけ日本ではないような雰囲気です。だからあれやってたんだよね今さっきの人終わっちゃったんだ。うん、いやこれは2時半からだからオルガンは館内には3つの礼拝堂があり、ウィリアム・モリスなど1800年代中心の色鮮やかなステンドグラスが圧巻。毎日演奏会が行われ、入場者は生演奏を聴くことができます。この日はパイプオルガンの演奏も聴くことができました。何やら神聖な雰囲気に思わず懺悔してしまいそうでしたが、美しい音色に心穏やかになれました。女性には人気がありそうです。夫婦旅ならこういう観光もいいかと思います。今夜も道の駅で就寝です。その土地で購入した食材と地酒、毎日鍋でも全然飽きないですね。昨日伺った松川屋さんにあった JR のポスター、吉永小百合さんが写っているところがすぐ近くだと知り訪問します。田舎道を進んでいくと寺院らしい雰囲気が漂ってきます。平安時代後期の1126年から1130年に溶岩立志の皇帝である曹元和尚によって開山。禅宗の四大道場の一つ、観光用の寺ではなく僧たちの修行の場です。わあ、すごいね。左折して寺の景色を見た時に思わず絶句しました。こんなに美しい寺を他に知りません。一般の方は道内に入ることはできませんが、参拝の自由は許されています。朱色の橋が美しいですね。はい、もうちょっと吉永小百合っぽく。
JR 東日本大人の休日クラブ吉永小百合が主演する CM 黒羽の芭蕉編でこの寺が紹介されると、観光地として人気が出たようですが、お寺としては修行道場の聖域として内面的なものを感じ取ってほしいそうです。雲岩寺があまりにも良かったので、調子に乗って近くの白糸の滝なる場所へ向かいます。これ対向車来たらアウトじゃん。場所をよく調べもせずに車を走らせていますが、道はどんどん狭くなる一方です。でもさ、何にも看板ないよね。ないね。この溝が嫌だね。ああ、いや、本当だこれ。観光地なのかな。ぐにゃ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 8分も行くんだね。まだまだだよ。一応ところどころあるよね。でもこういう変われるところがね。右は水ないけど左水あるから気をつけてね。ガリガリ吸ってるしよ。草だ結構ガリガリ吸ってるし。この辺りで滝の説明に幻の滝と記載されていることに気がつきました。お母さん。明らかに整備されていない道、しかも細く高所の国道に思わず声が漏れます。ダメなんじゃないの。また帰りこの道通んのやだな。うわあれ。だって道路ないじゃん、もともと。相当な量の雨が降らないと現れない幻の滝、しかも車では到達できない場所でした。今後よく調べてから行動します。源義経を祀る由緒ある神社です。那須与一が弓の練習をしたと伝えられる場所として知られています。人気の観光地です。大勢の人で賑わっていました。やぶさめの時にまた来てみたいですね。珍スポット的な温泉を見つけました。玄関に大きなスフィンクスがいる温泉です。世界初のピラミッド温泉。研修施設として建設中、温泉が出たので温泉宿泊施設として路線変更し、1994年に開業。外観がエジプトっぽいので中もそうかと思いきや、さまざまな文化がごっちゃになったカオス状態。宿泊も可能な施設で料金は格安のようです。とにかくいろいろ揃ってます。マッサージのサービスに美術品の展示、気候を受けることも可能なようです。茶室、珍しい形をした岩や木の展示、仏間や会議室、研修室、多分おかみさんも出演するであろう舞台。一番気になったのは瞑想室。こんな設備がある宿を見たことがありません。第4日曜日って今日じゃない？ちょっと怪しい雰囲気ですが、客層は家族連れがメインでした。地域のコミュニティ的場所かもしれません。お湯は弱アルカリ性で地下1200メートルから汲み上げているそうです。ぬるめの優しいお湯でした。お風呂もいろいろな仕掛けが盛りだくさんです。ゆっくりくつろげました。今日の宿泊は小学校。廃校をキャンプに利用した施設です。校庭をフリーサイトとして利用でき、雨天は校舎に避難することも可能なので初心者も安心です。
校舎は基本的に24時間出入りが可能、体育館にも入れます。大勢できたら楽しそうですね。実際大学生のグループなどの利用もあるらしく、屋外でパーティーをして楽しく過ごしているようです。教室を借り切って宿泊も可能なようでした。夜の学校って怖くないか心配でしたが、電気もつくし新しい学校なので問題ありませんでした。車内での調理もだんだん慣れてきましたね。チリじゃん。鍋も飽きてきたので今日はパスタ。乾杯。うまい。うまいけど、なんか鍋と同じ味がするような気がする。調味料は本出しだったので味は鍋と一緒でした。今日はここ矢板から塩原温泉を目指します。途中にある与楽山観音寺に寄り道。イチョウの落ち葉で一面が山吹色に染まってました。絵になるね。すごいとこだな。周街道の群生が有名なようで、季節には大勢の人が集まるようです。与楽という言葉は仏教では人々に心の安らぎを与えるという意味があるそうです。あるかな。ここに足を踏み入れるだけで心が穏やかになるような、そんな意味合いも含まれているのかもしれません。塩原に向かう方向にいくつか点在している高線があるので寄っていこうと走行中です。静かな川のそばの一軒家で約160年ほど前より営業している湯治場。テレビで医者が勧める奇跡のお風呂と放映されたことがある秘湯です。K じゃないとって感じじゃない。道のりは超秘湯級でした。お邪魔します。おはようございます。さっき電話したものですけども。どうぞ。はい。お願いします。日帰り600円、貸し切りにしていただけました。加熱する前は透明ですが、沸かすと茶褐色になり、とてもよく温まり冷めにくいお風呂。鉄分が豊富に含まれ、飲用すると貧血や胃腸病、便秘によく効くそうです。2つある浴槽のどちらかを選んでいいと言われました。結局大きい方の浴槽を選択。いかにも鉄分が多そうな密度の大きい茶褐色のお湯です。これを押すと火をくべてくれるそうです。確かに汗がなかなか引きませんでした。奇跡のお風呂、本物かもしれませんね。次は20分ほど走って赤滝高専に向かいます。口コミによるとかなりきつい道のようで、ちょっとビビってます。寺山高専への道でも相当でしたから、それ以上となると。書いてあるね。もうすでにここからすごいじゃん。駐車場に車を止めて徒歩3分ほど歩くようです。こっちじゃない？どこだ駐車場？正解は右の道ですが、どうしても行きたくないくらいの急坂です。でも駐車場に設定したんだもんね。そうだよね。あ、そうだな。この先だね、駐車場。細い道を進んでいくと、目的地に到着しました。お疲れ様でした。まあ駐車場。ここに止めろ。ここが駐車場だ。徒歩3分。逆向きに止めといた方がいいよね。
なんと立ち寄り入浴はお休み。やってんのかもね。諦めきれずに宿の姿だけでも見に行きます。そう。ジープ以外通行禁止の立て札、確かにジープくらいじゃないと厳しい道です。ジープ以外って書いてあったよ、横には。ジープ以外だ。すごい道だな。ビッグサンダーマウンテンのレールの上を歩いているようです。しかも砂利で滑ります。滑る。砂利で。はるか下に建物が見えてきました。江戸時代末期から続く歴史ある秘湯の宿、200年以上前の建築の建物が残っているそう。お湯は鉄分を多く含んでおり、酸化してサビ色に見えます。しかし驚くほどに柔らかいとか。入ってみたかったですね。薪で沸かすパチパチという音も風情があっていいらしいです。寺山高専もそうでしたが、周りには何もなく本当に一軒宿状態。山のものをいただきながら過ごす贅沢。宿泊して満喫したい宿ですね。今日はここも休館日。幕末から明治大正にかけて活躍した山形有朋の調査研究と展示を行っている施設です。ハンターが銃を持ってうろうろしてます。熊がいるのかもと思うと怖くなって車に戻りました。ネーミングが気になって寄ってみた食堂。卵かけご飯が売りなのかなと思っていましたが、それだけにあらず。なんとここで感動したのはアジフライ。手羽先餃子も美味しかったです。夜もやってるんだって。夜。このサイズと厚み、そしてふわふわの食感、過去最高のアジフライです。すごいね。もちろん卵も美味しゅうございました。さらにプラス300円でデザートとコーヒーがついちゃう。オーナーは大の犬好き。うちのモコも遊んでもらいました。店の壁を来店した犬の写真で埋め尽くすのが夢だそうです。犬連れなら絶対に寄るべきお店です。犬連れじゃなくてもアジフライ食べに行ってみてください。ありがとうございました。大歓迎だったな。